皆さんこんにちは。カレンゲームラボのカレンです。グラサガ生活いかがお過ごしでしょうか。今回は近々実装されるであろう今後の新キャラ実装の考察とちょっとした情報をお届けしたいと思います。このチャンネルでは定期的に最新の海外スマホゲーム事情を中心とした情報発信と、その中でも話題性の高いタイトルをピックアップタイトルとして連載配信しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ここから先はなるほどねといった内容になりますが、ネタバレになりますので見たくない方は見ない方が良いです。それではスタートします。今回は5月17日に運営より報告のあった開発だよりボリューム1の中からこちらグランナイツプレイアブルキャラクターカルシオン7月から8月頃リリース予定について見ていきたいと思います。公式からの案内では、伝説の騎士団グランナイツのメンバーがプレイアブルキャラクターとして登場します。初回はストーリーで騎士団と様々な絡みがあったカルシオンのリリースを予定しております。従来のキャラクターとはやや異なり、複数の条件を達成すると仲間になる形式となります。その条件につきましては現在も検討を進めておりますが、ゲーム内の各種コンテンツのみで完結することを想定しております。続行をお待ちください。とのことで、お知らせにも書いてあるのですが、どういった形で実装されるか調べたところ、イベントで入手できるコインを集めて引っ換える形式の内容でした。なので誰でも入手は可能なものなのですが、本国版でのカルシオンの入手方法はメインクエスト8章エピソード30をクリアしている人が対象で、イベント期間中に女神の印象と後期のグランジュエル、新録のグランジュエルが必要となります。女神の印象は女神の指令書を通して指定のモンスターを倒すことで入手可能で、女神の印象の入手方法なんですが、ショップのイベント商品から女神の指令書ボックスを購入または無料のものを入手。無料のものは1日1回指令書ボックスをもらうことができます。で、入手した指令書の指定のモンスターを倒すことで数個の女神の印象が入手できる流れとなります。カルシオン入手には女神の印象が500必要のため、仮に一度の戦闘で 1,2 個しか入手できないとなると、確かにこれは時間のかかる難易度の高いイベントかなと。また石100個で女神の指令書ボックスを1日3回まで購入可能なので、早く欲しい方は石を砕いてボックス購入となる感じですね。とはいえそれでも時間がかかりそうですが、ただ朗報です。日本版においては運営側も認識していると思うので調整が入ると思うのですが、ゲームの内容に関わる部分は本国での対応と思うので、どこまで調整ができるかは日本版運営の力の見せ所かと思います。頑張れ日本運営で、ちょっと思ったんですよね。甘い考えするとパーティー組んで討伐できる仕組みにして、部屋建てた人だけ指令書を消費し、ドロップ数は多くする。参加者は指令書なくても討伐に参加できるが確率ドロップすると、そういうのはなんか甘いんですかね運営さん。あるいはイベント期間を長くして毎日参加していれば入手できるような設定とか、これも甘いのかな。そしてカルシオンの特徴としては、なんとカルトの一つのグランウェポンを除いて装備することが可能。これは何としても手に入れたいキャラで、カルシオンのグランウェポンのお話しする前に実装時期について考察したいと思います。本国版とは時期がずれ込んでいる可能性があります。なぜなら本国版ではルーン登場から28日後にカルシオンのイベントが行われているのですが、日本版で考えると5月26日が該当の日だったんですよね。ただ26日は古代ウェポンの実装や衣装が実装されていて、現状本国版でのスケジュールとは一致していない状態。本国版との試作サイクルが変わってきているのかなといった印象です。
今まではなんだかんだ本国版とは近しい感じの試作サイクルだったのですが、ルイン以降の試作についてはちょっと変わってきている感じですね。以前新キャラ実装スケジュールをまとめていたのを見てみると、カルシオンの次の新キャラはカルシオン登場から22日後となっており、運営からのお知らせに記載してあるカルシオン実装が7月から8月頃で、そこから次の新キャラ実装が22日後となると少し時間が空くような感じがするんですよね。もしかしたらカルシオンの前に新キャラ来るのかなと思いつつも、例えば今分かっている6月のイベントごとといえばこの2つ。6月2日開催の精霊王の試練ジェネロ、パルバネの戦場で、6月中はこのパルバネの戦場をたっぷり遊んでもらうような感じがするので、新キャラ実装はなさそう。そうなると7月から8月に実装予定のカルシオンなんですが、さすがに8月まで楽しいことがないとユーザー離れも気になってくるので、ちょっと2パターンほど今後の試作スケジュール予想してみました。一つは仮に8月にカルシオンが登場する場合、7月中に新キャラ、8月にカルシオン、8月中旬から9月に新章追加。2つ目は7月中にカルシオンが登場する場合、7月にカルシオン、8月に新キャラ、8月末または9月に新章追加。イメージとしてはこんな感じなのかなと。パターン1に関しては新キャラとの絡みもあるので、新章追加はもしかしたらもう少し早い段階で来るような気がするのですが、予想しにくい感じですね。とはいえ2ヶ月の間にはいろいろなことがあるので、今から育成素材の準備をしておいた方が良さそうですね。こう考えるとやることがいっぱいありすぎてやばいですね。ちなみにカルシオンは闇属性でアタッカー、さらに次の新キャラは風属性で遠距離魔法となっております。素材集め頑張ろう。そしてカルシオンに付随するグランウェポンについてですが、こちら保留グランウェポン国務の翼クレイトン。スキルはこんな感じ。一般スキルはドラゴンダイブ、敵に飛び込み固有の力が宿った一撃を飛ばす。範囲内の敵に 250% の物理ダメージ、さらに6秒間呪い状態付与、クールタイムは24秒。続いてダークフォグドラゴン国務の翼クレイトンに変身。範囲内の敵に 180% の物理ダメージ、敵に6秒間呪い状態付与、3秒間ダメージ無効効果、基本攻撃速度増加。ドラゴンフレアのクールタイム初期化、クリティカル発生時攻撃力 1% ヒットポイント回復、クールタイム240秒。ドラゴンフレア、敵に飛び込み固有の力が宿った一撃を飛ばす。範囲内の敵に 290% の物理ダメージ、さらに6秒間呪い状態付与、クールタイム24秒となっております。いやーかっこいいですねこれで。本国版ではカルシオン登場タイミングで大型アップデートが入っており、このアップデートではいろいろな要素が追加されていて、その中で一部紹介すると、新章でキーキャラにあたるあの2人の天使グランウェポンが登場する予定となっております。さらに装備品のレベル上限解放などさまざまな要素が盛り込まれております。でこれは結構楽しみですね。またまたやることがいっぱい増えそうで、日々忙しくなりそうではありますが、そしてこちら前回の動画でも少しお話ししましたが、やはりこの乗り物実装されるようです。時期については今回お伝えしませんが、メカメカしいこのデザイン、ディステルが登場。いや、やっと個人的に好みの乗り物が来たので買いですね。これリリースしてから一度しか乗り物買ってないので、最近移動速度に限界を感じていたところです。早く欲しい。はい、ということで今回はカルシオン実装について考察してまいりましたが、いかがでしょうか。どんな形で入手できるようになるのかは
楽しみな一方、本国版での入手難易度の高い内容を見てしまうとちょっと不安にもなりますが、プレイヤー全員が平等に入手できるような感じにしてもらえるとありがたいです。ここは運営さん頑張ってください。次回は新キャラや新章についてお話しできればと思います。それでは今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは定期的に最新の海外スマホゲーム事情を中心とした情報発信と、その中でも話題性の高いタイトルをピックアップタイトルとして連載配信しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。